そんなことまで僕の記憶の中に。そうです。あなたの過去のご記憶の中には、そのような疑問の数々を解くのに必要な大切な鍵までも含まれているのです。私は次から次に落ちかかってくる疑問の氷塊に全身を埋め込まれるような気がした。思わず目を閉じながら頭を左右に振り動かしてみた。けれどもそこからは何らの記憶も湧き出してこなかった。ただ、それにつれて目の前にむごたらしい狂人噴殺の描くや、ニコニコしている斎藤博士の肖像や、青白い真面目な若林博士や、緑色に光る大テーブルや、その上にあくびをし続けている赤いだるまの灰落としまでもが、一つ一つに私の過去と深い関係を持っているものであるかのように思われてきた。同時に、それにつれて、そんな因縁深い品物ばかりに取り巻かれていながら、何一つとして思い出すことのできない私の頭の空っぽさを自覚させられて、しみじみと物悲しくなってくるばかりであった。私は、ちょっとの間、途方に暮れたような気持ちになって、目ばかりパチパチさせていたようであったが、やがてまた、ふと思い出したように問うた。はあ。ではその、行方不明になられた正木先生は、どうしてこの大学に来られるようになったのですか？それは、かようなわけです。といううちに、若林博士は、出しかけていた時計をまたポケットの中に落とし込んだ。弱々しい咳払いを一つして話を続けた。ちょうど、斎藤先生の葬儀の式場に、正木先生がどこからともなく標然と参列しに来られたのです。多分、新聞の広告を見られたものと思われますが、それを松原総長が葬式の済んだ後で捕まえまして、その場で斎藤先生の後任を押し付けてしまったものです。これは非常な意識だったのですが、あれほどに人格の高かった斎藤先生の意志を他ならぬ総長が取り継いだのですから、誰一人として総長のかようなやり方を異様に思うものはありませんでした。かえって感激の拍手をもって迎えられたくらいです。その当時の新聞をご覧になれば、この間の消息が詳しくすっぱ抜いてありますが、その時に正木先生は、みすぼらしい紋付き袴の姿で、教授連の拍手に取り巻かれながら、頭を抱えて、こんな不平を言われたものです。弱ったな。僕は、あくまでも独力で研究したかったんだがな。大学の先生になると好きな木魚が叩かれないし、ちょんがれ節も歌えなくなるだろう。第一、持って生まれた兵糧性が発揮できないからな。と、しょげかえって言われましたが、これを聞いた松原総長が、今さら文句を言われても取り返しがつきませんよ。これは斎藤先生の例に招き寄せられたあなたの方が悪いのですからね。木魚ぐらいはいくら叩かれてもよろしいから、ぜひ一つ成仏していただきたい。と言われましたので、皆場所柄を忘れて
腹を抱えたことでした。正木先生は、それから間もなく当大学に就任してこられますと、今まで気違い地獄のちょんがれ祭文の中で歌っておられた狂人の解放治療という実験を実際に着手されまして、またも異常な反響を一般社会に喚起されることになったのです。同時に、その実験を始められたことが起源となりまして、正木先生ご自身と、あなたと、6号室の令嬢との最近の運命的なご関係を結ばれることにもなりましたのです。これもやっぱり天意と申せば申されましょうが、しかし、いずれにいたしましても、かように偉大な正木先生を当大学に迎えて、思う存分に仕事をさせられたのは、やはり斉藤先生のご意徳に相違ございません。正木先生も、そのような意味からして、この肖像をここに掲げられたものに相違ないと考えられるのですが。私は、またも深く探索して、斎藤博士の肖像を仰がずにはいられなかった。これほどの人格者、斎藤博士と、これほどの偉人、正木博士と、目の前の若林博士と、6号室の美少女と、そうして、白地同様の私とを一つにつなぎ合わせているという因縁の意図の不思議さを考えずにはおられなかった。ある感銘深い静寂がしばらくの間部屋の中を流れた。けれども、それは間もなく私が何の気もなく発した質問で破られた。あ、大正15年の10月19日。斉藤先生の写真の下につながっているカレンダーの日付は、斉藤先生が亡くなられてからちょうど丸1年目の日付ですね。私がこう言って振り返ったその瞬間に、変化した若林博士の表情の恐ろしかったこと。それは、ほんの一瞬間ではあったが、大きな白い唇をぴったりと閉じて、顎をぐっと突き出すと同時に、青白い瞳をいっぱいにむき出して、私を睨みつけた。しかも、それがあまりに突然であったために、私も思わず若林博士と同じ表情になって、睨み合ったような気がしたのであったが、そのうちに若林博士は次第に落ち着いてきたらしく、今度はいかにも満足に耐えないというふうに額を輝かして、幾度も幾度もうなずいた。よくあれにお気がつかれましたね。あなたの過去のご記憶はいよいよ鋭く目覚めてまいります。もはや川一へというところまでご回復になっておりますようで、実はただいまのご質問が出ると同時に、今度こそあなたの過去のご記憶が一時に目覚めてきはしまいか、そうしたらどんな風にご解放申し上げようかと、ちょっと心配いたしました次第で。何をお隠し申しましょう。カレンダーは、今から約1ヶ月前の日付を示しているのでございます。今日は大正15年の11月20日ですから。それがどうしてそのまんまになっているのですか？
若林博士はこの時に、またも操縦にうなずいた。最前、6号室の少女の前で示した神に祈るような態度で、かがんだ胸をぐっと伸ばしつつ、両手をしっかりと握り合わした。そのご不審がまた、あなたの過去に関する大きな謎を解く鍵の一つとなっているのでございます。つまり、正木先生は、あのカレンダーをあそこまで破ってこられますと、後を破ることをやめられたのです。それはまた、なぜ？正木先生は、あの翌日、亡くなられたのです。しかも、ちょうど1年前に、斉藤先生が溺死を遂げられた、箱崎水族館裏の同じところで、投身自殺をされたのです。晴天の霹靂とでも形容しようか、何とも言いようのない奇妙な驚きに打たれた私は、この時、何かしら一種の叫び声を上げたように思う。そうして、やっと気を落ち着けた時には、上ごとのように口を動かしていたように思う。正木先生が自殺？その声が自分の耳に入ると、私はまた自分の耳を疑った。正木先生のような偉大な達人とも言うべき人が自殺する。そんなことが果たしてあり得ようか。そればかりではない。この精神病科教室の主任教授となった人が2人とも、ちょうど1年おきに、しかも場所まで同じ海岸の塩水に陥って変死する。そんな恐ろしい暗号が果たしてあり得るものであろうか、と驚き迷い、呆れつつ、若林博士の青白い顔を凝視した。そうすると、若林博士も今までになく、厳然と姿勢を正して私を凝視し返した。またも神様に祈るような敬虔な声を出した。繰り返して申します。正木先生は自殺されたのです。ただいまお話しいたしましたような順序で、20年の長い間、準備に準備を重ねて、前代未聞の解放治療の大実験を向こうに回して悪戦苦闘してこられた正木先生は、ついにその刀を打ち折り、その矢種を尽くされたとでも申しましょうか。どうしても自殺されなければならぬ羽目に陥ってこられたのです。と申しましただけでは、まだお分かりになりますまいから、今少し具体的に申しますと、正木先生の独創に関わる高古の精神科学の実験は、あなたとあの6号室の令嬢が、めいめいにご自分の過去の記憶を回復されまして、この病院をご退院になって、楽しい結婚生活に入られることになって、完成される手はずになっていたのでございますが、それがある思いもかけぬ悲劇的な出来事のために、途中で行き詰まりになりましたので、しかもその悲劇的な出来事が、果たして正木先生の過失に属するものであったかどうか、というようなことは誰一人知っている者はいなかったのです。けれども、
その日が偶然にも何かの転移であるかのように、斉藤先生の一周忌、聖命日に当たっておりましたために、一種の無常といったようなものを感じられたからでもございましょうか。正木先生は、その責任の全部を負われて、人間界を去られたのです。その実験の中心材料となられたあなたと、あの6号室の令状と、それらに関する書類、事務、その他の一切を私に委託されて、それでは、と言いさして私は口ごもった。形容のできない興奮に全身が青ざめたように感じつつ、かろうじて唇を動かした。それじゃあ、もしや僕が、正木先生の命を呪ったのでは。いや、違います。その正反対です。と、若林博士は、健固たる口調で言い切った。依然として私を凝視しつつ、頭を緩やかに左右に振った。その反対です。正木先生は、当然、あなたからご自分の運命を呪われるのを覚悟されて、この研究に着手されたのです。今一歩突っ込んで申しますと、正木先生は、そうした結果になるように、20年前から覚悟を決めて、順序正しく仕事を運んでこられたのです。ご自身に発見された考古の大学理の実験と、あなたのご運命とを完全に一致させるべく、動かすべからず計画を立てて、その研究を進めてこられたのです。それは私にとって一層の恐怖と戦慄に値する説明であった。我知らず息苦しくなってくる胸を押さえつつ吐き出すように問うた。それはどんな手順？それは、ここにあります書類をご覧になれば、お分かりになります。といううちに若林博士は、今まで話し片手に目を通していた書類の閉じ込みをパタンと閉じて、うやうやしく私の前に押し進めた。私も、それが何かしら重要な書類の集積に違いないことを察していたので、同じように低調な態度で受け取った。そうして、とりあえずパラパラと食って内容を改めて見たが、それは赤い表紙のパンフレットを見たようなものを一番上にして、西洋大判軽紙や新聞の切り抜きを貼り付けた羅写紙の閉じたものと一緒に、カンバス張りのボール紙に挟んだもので、表紙には何も書いてない。けれども、かなり重たいものなので、私はもう一度パタリと表紙を閉じて、テーブルの上に置き直した。その向こうから若林博士は、その青白い瞳をぴったりと私の瞳の上に据えた。それは、もうさば、正木先生の意向とも申すべき貴重な書類でございます。すなわち、ただいままでお話しいたしました正木先生の精神科学に関するご研究のうちでも、一番大切な精神解剖学、精神生理学、同病理学と、それから
そのようなご研究のエッセンスとも言うべき心理遺伝学と、この4種類の原稿は以前から手元に引き取っておられました脳髄論の本文と一緒に自殺の直前に焼き捨ててしまわれましたので、現在、正木先生のご研究の内容を伺うのに必要な文献としましては、わずかにそれだけしか残っていないのです。それを正木先生は、やはりその自決される直前に、その通りの順序に重ね合わせていかれましたので、その書類の発表された年代順にはなっていないようでありますが、しかもその順序通りに読んでいきますと、正木先生のご研究の内容が、その研究を進めていかれた順序通りに、たやすく、面白く、理解されてゆく仕掛けになっているようでございます。すなわち、その一番初めに閉じ込んであります赤い表紙のパンフレットは、正木先生が日本内地を遍歴される片手間に、至るところの大道で人を集めて配布された、気違い地獄下道祭門と題しまするアホだら教の歌で、現代における精神病者虐待の実情を見て、これを救済すべく、精神病の研究を始められた、そもそもの動機が謳ってあるのでございます。それから、次に羅舎紙の台紙に貼り付けてありますのは、当地の新聞に掲載されました正木先生の談話をご自身に保存しておかれた切り抜き記事でございますが、そのうちでも最初に地球表面上は強靭の一大解放治療場うんぬんと題してありますのは、正木先生が今申しました強靭救済の動機から精神病の研究に着手されたその最初の研究的立場を辛辣な改逆混じりに新聞記者へ説明されましたもので、この地球表面上に生息している人間の一人として精神異常者でないものはないという精神病理学の根本原理が極めて痛快、率直に論証してあります。また、その次に、脳髄はものを考えるところにあらず、うんぬんと題してありますのは、そうした原理に立脚された正木先生が、今日まで研究不可能と目されていた脳髄の真実の機能をどん底まで明らかにされると同時に、従来の科学が絶対に解決できなかった精神病、その他に関する心霊界の機械現象を一つ残らず、やすやすと解決していかれた大論文、脳髄論の内容を面白おかしく新聞記者に説明されたものでございます。それからその下の方の日本軽視の閉じたのに毛筆で書いてありますのは、その脳髄論の逆定理とも見るべき胎児の夢の論文でございます。つまり、
自分を生んだ両親の心理生活をはじめとして、先祖代々の様々な習慣とか、心理の集積とかいうものが、どうして胎児自身に伝わってきたかという心理遺伝の内容が明示してありますので、当大学第1回の卒業論文の選考に一大センセーションを巻き起こしたのは、実にこの一辺に他ならないのでございます。同時に、正木先生があれほどの偉罪を抱きながら、ついに自決さるるのやむなきに立ち至りました遠い原因もまた、実にこの一辺の中に敗退していると申しましょうか。その次にあります、フールスカップの走り書きは、その正木先生が、それらの研究に最後の結論をつけるべく書き残されました。解放治療の実験の結果報告とも見るべき正木先生の遺言書です。ですからあなたはそれらの書類をその順序にご覧になりさえすれば、正木先生が精神科学の態度を開拓すべく、生涯をとして研究していかれた痛快な知識がたやすく、順序正しくお分かりになるでございましょう。同時に、あなたご自身のご経歴を、裏面から支配して、今日のご運命に立ち至らせた、高校の大学里の流動、先天が、いちいち大光明を発して、万華鏡のごとく華やかに、ぐるりぐるりと回転しつつ、あなたの目の前に。私は若林博士の説明をここいらまでしか記憶していない。そんな説明を聞きながらも、何気なく一番初めの赤い表紙の小冊子を開いて、第一ページの表題から目を通していくうちに、いつの間にか本文に釣り込まれて、無我夢中に読み続けていたので、気違い地獄、下道細文。一名、狂人の暗黒時代。オーストリア理学博士、ドイツ哲学博士、フランス文学博士、メンクローマンジ作家。ああ、ああ。右や左の御方様へ。旦那ご親族、紳士や淑女。お年寄り方、お若い方。お立ち会い衆の皆さん諸君。とんとその後は、ご無沙汰ばっかり。謎と言うたらびっくりなさる。なさるはずだよ、三千世界が。できぬ前からご無沙汰続きじゃ。今日が初めてこの道端に、まかりいでたる気違い坊主。すからかちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ。さあさあ、寄った寄った。寄ってみてくんなれ。聞いてもくんなれ。話の種だよ。お金はいらない。ほんまのただだよ。こちらへ寄ったり、押してはいけない。ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。さっさ、来た来た。来てみてびっくり。すちゃらか、ちゃかぽこ。ちゃちゃらか、ちゃかぽこ。ああ。まかりいでたる気違い坊主じゃ。生が五尺と一寸そこらで、年の頃なら35、6の、
それが頭がくるくる坊主じゃ。目玉落ち込み、歯はそういればで。痩せたあばらが洗濯板なる。着ている布子が畑のかかしよ。足に引きずる草履と見たれば、泥で固めたカチカチ山だよ。まるで狸の泥船まがいじゃ。小敷まがいの結体坊主が流れ渡ってきた国々の風にさらされ天日に焼かれて今日も同じ青天井だよ。道のほとりにカバンを広げてすからかちゃかぽこ外文さらす。いわく因縁古事来歴おば叩く木魚に尋ねてみたらすからかちゃかぽこ、ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ。いわく因縁、木魚に聞いたら、親子、兄弟、親類眷属、かかもめかけももちろん持たない。たった一人のすからかちゃんだよ。うじも素性もすからか、ちゃかぽこ。カバン一つが心情一つじゃ。親は木のまた気楽な風の服に任せたのんきな身の上、流れ渡った世界の旅じゃ。北京、ハルピン、ペテルスブルグじゃ。赤いモスコー、四角いベルリン、酔うがミュンヘン、歌うがウィンナー、踊るパリや居眠るロンドン。海を渡れば自由のアメリカ。女の市場があのニューヨークじゃ。シスコの博打よ、シカゴの酒よと、千鳥足までメリケン気取りのアホを尽くした10年がかりじゃ。見たり聞いたりしてきた中でも、たった一つの土産というのが、なんと恐ろしい地獄の話じゃ。すからか、ぽくぽく、ちゃちゃらか、ぽくぽく。ああ、さても恐ろしい地獄の話じゃ。しかも私のへこんだこの目で、ちゃんと見てきた事実の話じゃ。今日が封切り、お金はいらない。いらぬばかりか、そのキキチンには、こんな書き物を一冊あげます。私がただいま歌うております。歌の文句の活版釣りです。後で何やらまやかし物をば、無理に買わせる手立てじゃないかと疑うお方があるかもしれぬが、そんな心配一切ご無用。これは私の道楽仕事じゃ。人類文化の宣伝事業じゃ。何も参考、話の種だよ。さあさあ寄ったり、聞いたり見たり。けど、さあ、もん。きちがい、地獄。すからか、ちゃかぽこ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 。1ああ、下道西門、気違い地獄。さても地獄をどこぞと問えば、シャバというのがここいらあたりじゃ。ここで作った我が身の因果が、やがて迎えに来る来るくるりと、目玉回して乗る火の車じゃ。巡り巡って落ちゆく先だよ。修羅や畜生、ガキ道を越えて、どんと落ちたが地獄の姿じゃ。針の山から血の池地獄、大寒地獄に灼熱地獄、拳銃地獄や石切り地獄、カボン、熱湯、酒釣り地獄と、数を尽くした八幡地獄じゃ。
シャバで作った因果の報いで、切られ、砕かれ、炙られ、煮られ、阿鼻や共感、七天抜刀、死ぬに死なれぬ無限の責めくじゃ。もしもその声、聞いたら最後じゃ。頭張り裂け、くたばるなんぞと。高いとこからお尚の談義じゃ。すからか、ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、高いとこからお尚のお談義。なれどこいつは当てにはならない。死なにゃいかれぬ地獄の噂じゃ。生きた坊主の賽銭集めじゃ。釈迦も知らない嘘800だよ。わしが見てきた地獄というのは、そんな地獄としなこと変わって、金を叩かず、念仏唱えず、10万億度の汽車賃使わず、そんじょそこらにいくらもあります。生きたながらのこの世の地獄じゃ。ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、生きたながらのこの世の地獄じゃ。それも貧乏、暇なし地獄や。浮いた浮いたの川竹地獄。義理と人情の春日井地獄。または犯した悪事の報いで、御用取ったぞ、きりきり歩めと。叩き込まれる勇気や向きの、地獄なんぞと大きな違いじゃ。そんな道理がみじんも通らぬ。息も疲れず、日の目も見えぬ。広さ深さもわからぬ地獄じゃ。そこの閻魔は医学の博士で、学士連中がごずめずどころじゃ。ただし地獄で名物道具の昔の罪とが見分けて嗅ぎ出す。見る目嗅ぐ花、閻魔の帳面。人の心を裏から裏まで、透かし見通す正常針の。鏡なんぞは影さえ見えない。罪があろうが、またなかろうが、本気、狂気の見分けもつけずに、めったやたらに追い込みけこむと、聞いただけでも身の毛がよだつ。地獄というのがそこらにあります。見かけは立派な精神病院。嘘というなら入ってみなされ。責めくの数々、お望み次第じゃ。なんと恐ろしい、気違い地獄。ちゃかぽこちゃかぽこちゃかぽこ。ああ、なんと恐ろしい気違い地獄じゃ。さても恐ろしい精神病院。謎と言うても皆様方には、まだまだ合点が生きかねましょうが、ものは順序じゃお聞きなされよ。聞いているうち、いかにももっとも、そんなこととは知らずにいたわえ。なるほど、そうかと合点が行きます。合点が行ったら、八幡四川の、身内の毛穴が続々泡立つ。そんじょそこらの地獄の話じゃ。ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ。ああ、そんじょそこらの地獄の話じゃ。さてもかような地獄の起こりが、いわく因縁、いろはの命の、そもやそめと尋ねるならば、
文明開化のおかげとござる。そこで世界の文明開化の日進月歩の由来と申せば、科学知識のたっとい賜物、中にたっといお医者の仕事じゃ。人の病気を治すが役目じゃ。ちゃかぽこちゃかぽこ。ああ、人の病気を治すが役目じゃ。そこでお医者の仕事の中でも、人の体の狂いを治す、外科や内科の治療の仕方と、人の心の狂いを治す、精神病院の手当ての仕方と、違うところを比べてみます。あっとびっくり、しゃっくりが止まるよ。とても驚く進歩の違いじゃ。ちゃかぽこちゃかぽこ。ああ、とても驚く進歩の違いじゃ。違うはずだよ。相手が違う。人の体は形が見えます。手足胴体、触ればわかるよ。五臓六腑も開けば見えます。打診、聴診、X 光線、ビルケ反応、血液検査と、数を尽くした診察道具じゃ。たとえ何やらわからぬ病気や、薬違いや診察違いや、または手当ての違いで死んでも、後で死体を解剖したなら、どこが悪いとすぐさまわかるよ。そこで診察治療の仕方が、日進月歩で開けていきます。これに引き換え神様とても、人の心は診察できない。ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、人の心は診察できない。たとえいかなる名医じゃとても、人の精神、心の狂いの、どこの脈見て、どの舌出させて、どこの苦労に注射をするやら、どこの心配、切開するやら、勘の虫見る眼鏡もなければ、あなた小石で上がった熱度が、寒暖計にも上がったことかや。偽の気違い、本当の気違い。レントゲンでも透かして見えない。声も聞こえず姿も見えない。へより不思議な心の正体。これがどうして診察されよか。馬鹿につけよう薬はないと。昔の例えは今でもほんまじゃ。つまるところが精神病は、診察治療が絶対不可能。科学知識で研究できない。わけのわからぬものじゃとわかる。すからか、ちゃかぽこ、ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、わけのわからぬものじゃとわかると、ここでも一つ理屈のわからぬ、奇妙不思議な事実に気がつく。そもやそもそも一体全体、人の精神、心の狂いは、診察治療ができぬとなったら、現在世界のどこでもここでも、精神病院、神経治療じゃ、または風天、脳病院じゃと、四角四面の看板広げて、衣装凝らした玄関構えじゃ。
高い診察、治療の城だよ。入院看護の料金取り立て、肩で風切る精神病医は、どんな仕事をしているものかや。あれは山しかつかませものかと、どなたもご不審なさるであろうが、ちょっとまったり話は順序じゃ。世にも馬鹿げた内幕話じゃ。診察治療ができないおかげで、お医者が素敵に儲かる話じゃ。これがほんまのアホだら教だよ。すからか、ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ。2すからか、ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ。ああ、ああ。さても昔のそのまた昔、昔々のその大昔。科学知識の進まぬ頃では、人の体の病気と言うても、人の心の病気と同様、何が何やらわからぬために、診察治療が当てずっぽうだよ。仮想、方角、星占いだよ。なんぞかんぞの触りと言うては、祈祷、まじない、お水じゃ、お札じゃ。ご風なんぞを頂戴させて、どうぞこうぞで済ましてきたが、それじゃ治らぬ病気の数々。そこで薬が発見されます。飲めば病気がケロリと良くなる。それを頼りに調べた挙句が、人の病気は体の中の、ここがかように狂うが元じゃと、わかった理屈が医学の始まり。今では解剖、生理に病理、医科学、細菌、薬物、その他、外科じゃ内科じゃ、皮膚科じゃ耳鼻科じゃ、眼科、整形、婦人や小児と、隅から隅まで手に品変えて、水も漏らさぬ機械やお薬、人の体の狂いを治す、科学知識の大光明が、日々に明るく輝き渡るよ。すからか、ちゃかぼこ、ちゃかぽこ。ああ。日々に明るく輝き渡るが、これに引き換え精神病だよ。人の心の狂いを治す。医者の診察、手当ての仕方は、どんな進歩をしたかと見ますと、ずんと昔は精神病者を、神の心が移ったものだと、恐れ敬い礼拝したり、または生き量、死量の仕業と、物を備えて大事にかけたが、それはまだしもところによっては、こいつに悪魔がついたというので、その頃お医者と裁判官の役目をしていた坊主や巫女が、見つけ次第の指差し次第に、槍や刀や投げ縄弓や、棍棒を担いだ役人どもが、片っ端から頭を砕いて、手足胴体チリチリバラバラ、焼いて捨てたり、木の根に埋めたり、ちょうどこの節、お上でなさる、狂犬退治と同じ仕置きじゃ。これが精神病者に対する
最初の診察、最初の治療じゃ。気違い地獄のいろはの命じゃ。すからか、ちゃかぽこ、ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、これが気違い地獄の始まり。そこでかように精神病の元が何やらわからぬとこから、できた迷信、邪法を使って、悪いことする奴らが出てきた。しかもよっぽど利口な奴らじゃ。物の恨みや嫉妬や毛嫌い、または性的、商売敵と、道理外れた憎しみそねみで、キャツが邪魔じゃと思うた挙句が、何の覚えもない人間おば、巫女や坊主や役人ばらに、賄賂つこうてひっくくらせます。有無を言わさず気違い扱い、国の掟の死刑にさせます。軽いところで牢屋の住まいじゃ。ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、軽いところで牢屋の住まいじゃ。世界の歴史を調べてみますと、高い身分や爵位や名誉や、または財産、領地の引き継ぎ、女出入りや跡取り世取りの、お家騒動、内輪の揉めから、邪魔な相手を片付けたさに、こうした手段を使った試しが、ちらりちらりと残っております。ならば今ではどうかと見ますと、同じことじゃと言いたいなれども、言えぬどころかもちっとひどいよ。すからかちゃかぽこ、すちゃらかちゃかぽこ、ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。3すからかちゃかぽこ、ちゃちゃらかちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、ああ。今は文明開化の御代だよ。科学知識の万能時代じゃ。そうしたさなかに精神病だけ、昔のまんまの暗黒時代で、診察治療ができないなんぞと、うっかり言うたら言い出しへこきじゃ。そういうやつこそ気違いだろうと、おっしゃるお方があるかもしれぬが、そういうお方が私は好きだよ。理智と常識、科学の知識を、いつも忘れぬ立派なお方じゃ。そんなお方にお頼みしまする。ものは試しじゃ、お暇の自分に。ちょっとそこらの精神病院、または学校、図書館あたりで、世界各地の博士や学士が、寄ってたかって研究しだした。気違い病気の書物を広げて、ざっと中身を調べてごらんよ。さても並んだ病気の名前じゃ。丸い大文字、四角い漢字と、押し合いへし合い何百何千。指を折るさえ難儀なくらいじゃ。さては今では精神病者も、外科や内科の患者と同様、科学知識の光に照らされ、
そこを見透かす診察治療や、道理尽くした介抱手当の数を尽くしてもらっているかと、ありがたがるのは素人ばかりじゃ。ちゃかぽこちゃかぽこ。ああ、ありがたがるのは素人ばっかり。憎まれ口をば叩くじゃないが、おたまげなさるな西洋日本で、天の果てから地のどん底まで、調べ抜いたる科学者連中が、よってたかって研究しても、肝心要の一番大事な、己が頭のうつろの中に、とぐろ巻いてる脳みそばかりは、どんな作用しているものやら、本当のところが全くわからぬ。それを嘘じゃと思うたお方は、古今東西あらゆる学者が、人の脳髄調べた書物を、読んでご覧になったらわかるよ。これは物事聞いたり見たり、判断してゆくところでござるの。知識、経験、昔の記憶を保存しておく倉庫でござるの。何が何してなんじゃらかじゃら。何は武士なら前置きばっかり。えらい議論が出ておりますけれど、確かな事実は一つもわからん。ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ。ああ、確かな事実は一つもわからん。わからぬはずだよ。不思議はござらぬ。およそ天下が広いと言うても、人の脳髄本当に調べて、腹の立つほど簡単明瞭。奇妙奇天烈、珍妙無類な。脳の作用を見抜いたものなら、問わず語りでおこがましいが、ここにおります私ばっかり、謎と言うたら皆さん方は、そういうお前の脳みそだけが、毎日天日に焼かれたおかげで、性が変わってきたものだんべえ。謎とお笑いなさるが知らぬが、本当にそう、だんべえかもしれぬが、そこが私の道楽仕事じゃ。世界各地の博士や学者を、あっと言わせる研究し遂げて、20億万人類社会の頭の入れ替えするのが楽しみ。いずれそのうちその論文なら、ある大学から発表されます。それをご覧になったらわかるよ。他のあらゆる世界の学者は、脳の研究仕方を知らない。見当違いの思惑ずくめで、多分だろうと思ったくらいの、まことめかした当てずっぽうだよ。一つの道理は説明できても、他の事実が解釈できない。あちらを立てれば、こちらが立たない。九尺二間に雨戸が二枚じゃ。すからかちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ。ああ、九尺二間に雨戸が二枚じゃ。まして言わんや朝から晩まで。
回り道路か、百色眼鏡か。猫の目玉じゃ、七面鳥じゃと。泣いて笑いつ、くるくるちらちら。千変万化の秘術を尽くす。人の心のその正体が、どんな姿の形のものやら、それがどうして狂うたものやら、酒屋の半七三ではないが、どこにどうして座ろうものなら、ただの一つもわかっていませぬ。それが証拠は何より目の前、今の精神病科の書物に、並び並んだ病気の名前じゃ。そんな書物を作った学者が、何が何やらわからぬまんまに、ざっと患者の上っ面眺めて、身振りそぶりを引き当て目当てに、つけもつけたり素人騙しじゃ。色気狂いが式場狂だよ。人を殺せば殺人狂です。舞踏狂なら踊りを踊るの。放火狂ならつけ火をするのと、何の科学で調べたことかや。わかりきったる名前の付け方。医者でなくとも誰でもつけます。怒り上戸や泣き上戸。笑い上戸に後引き上戸。はしご上戸と世間の人が、酔うた姿を見かけの通りに、名前つけると同じ流儀じゃ。これで診察できるが奇妙じゃ。ちゃからか、ちゃかぽこ、ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、これで診察できるが奇妙じゃ。さても精神病者を受け持つ博士学士の医者様たちは、人の心の狂うたところや、または狂わぬ確かな証拠を、どこで調べて見分けていくかと、不思議がるのはまた素人だよ。そこは商売、心配無用じゃ。ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、そこは商売、心配ご無用。すべて精神病者と名付けて、遠方はるばるお医者様の玄関へ、連れて来られた人間ならば、誰が見たとて正気に見えない。かなり高じた連中ばかりじゃ。または見かけが普通と変わらぬ。落ち着き払った病人とても、家族連中や係のお医者が、ちゃんとお上へ手続き済まして、精神病者に相違がござらぬ。不法監禁お構いなしじゃと、法律ずくめの許可書を揃えて、正々堂々連れてくるから、お医者側では手数がかからぬ。家族連中の話の模様や、または患者の様子を眺めて、書物広げて照らし合わせて、似合い相当の名前をつけたら、それで診察終わりというので、赤いレンガへ打ち込むだけだよ。中には診察違いのものなぞ、ぽつりぽつりといるかもしれぬが、これもやっぱり心配ご無用。他の種類の病気と違うて、こいつばかりは誤診がわからぬ。一度木の字と決まるが最後じゃ。
二度と出られぬレンガの地獄じゃ。違う違うと言い訳したとて、それがそのまま木の字の証拠と。今も昔も変わらぬ定めじゃ。放火強者と見込みをつけて、八百やお七を解剖したらば、なんぞ計らん式状況だよ。泥棒マニアの見本と思って、石川五右衛門入院させたら、古代妄想強者とわかった。謎とお尻が弾ける心配、決してないから気楽なものだよ。天から診察できない患者じゃ、何が何やらわからぬ病気じゃ。さても気楽な気違い医者だよ。すからかちゃかぽこ、ちゃちゃらかちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ。ああ、さても気楽な気違い医者だよ。ならば治療の仕方はどうかと、心配するだけ野暮天素人。これもやっぱり診察同様、めくら探りの真っ暗闇だよ。すぐに脳天砕かぬところが、開けゆくよのおかげか知らぬが、患者側から言わせてみたなら、どうかわからぬ証拠は目の前。どこでも構わぬ尊女のそこらの、精神病院覗いてごらんよ。鉄の格子の牢屋はもちろん、今の未決や監獄などには、影も見せない道具の数々。鉄の鎖に袖なしシャツだよ。手かせ、足かせ、貼り付け寝台じゃ。小窓開いた石箱なんぞが、ずらりずらっと並んだありさま。どんな極重悪人とても、五体震わす拷問道具じゃ。ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、五体震わす拷問道具じゃ。それに引き換え入院患者の心の狂いを本当に治す。薬機械の類と言うたら、ただの一つも見当たりませぬ。眠らぬ患者に麻薬の注射じゃ。騒ぐ者には鎮静剤だよ。物を食わねば栄養物の注射、肝腸ぐらいのものです。下手な内科や外科にも劣る。あとは治ればお医者の手柄で、死ねばうんじゃと済ましたもんだよ。あははのえへへの平気の平座じゃ。さても恐ろしい気違い地獄じゃ。すからか、ちゃかぽこ、ちゃかぽこ、ちゃかぽこ。ああ、さても恐ろしい気違い地獄じゃ。なれどここらはまだ小手調べじゃ。気違い地獄の三途の川だよ。聞いたばかりで身の毛がざわつく。八幡地獄は愚かなことだよ。アホめちゃくちゃでたらめ放題。あらん限りの虐待続ける。この世からなる精神病者の地獄巡りは、さてこれからじゃいい。すからかちゃかぽこ、すからかちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ、ちゃかぽこちゃかぽこ。